SNS や旅行ブログでよく見るこの旅行アイテムが便利、旅行のパッキングで使える裏技。正直やった結果逆にしんどくなったものありませんか？こんにちは。旅行が好きで限られた休みで子連れ旅をしているみずほです。子連れ目線でリアルな旅の話をしています。今日はみんな無意識にやりがちだけど実は逆効果になってしまうパッキングテクや、普段何気なくやっているけれど旅行先では危ないよという行為を、私自身が経験したリアルな失敗談も交えつつ7つお話しします。ぜひ最後までご覧ください。まず1つ目、立派なパスポートケースを使わない。おしゃれなパスポートケース、旅行に行く前に見かけると欲しくなったことありませんか？でもこれは不要、むしろ使わないことをお勧めします。まずパスポート提示を求められる出国審査や入国審査、税関等ではほぼ必ずパスポートケースから本体を出すように言われます。パスポートケースを使っているとここで無駄な手間と時間が発生してしまいます。また立派なケースって結構かさばりますよね。バッグの中で場所を取ってしまうし、まあまあな重さになります。あとはパスポートケースってブックカバータイプのシンプルなものと、縦長のパスポートと一緒にチケットやカード、お財布機能までついているような多機能タイプがありますよね。どちらのタイプも一目で中にパスポートが入っていますと分かってしまうので、パスポートを狙ったスリには絶好のチャンスになってしまいます。特に多機能タイプのケースにパスポートと一緒にクレジットカードとかお金まで一緒にしまっていたら、一度盗まれたら失うものが結構多いですよね。パスポートは本体に影響が出ない程度にしょぼくれたポーチや袋にしまっておくのが個人的にはおすすめです。私が普段使用しているパスポートを入れているポーチは学生時代に買った雑誌の付録で結構くたびれていて、またかさばらないところがポイントです。2つ目、スマホストラップを体にかけない。最近のスマホってどんどん大きくなってポケットにもなかなか入らないので、スマホのストラップを肩からかけている方も結構いるのではないでしょうか。普段から使用しているスマホストラップは行き先にもよりますが、日本国外で使うのはおすすめしません。スマホ単体を入れたポーチを体にかけていると、ここにスマホがありますとアピールしているのと同じで、スリや強盗に遭遇する確率を不必要に上げてしまいます。正直台湾や韓国など日本と近い国はスマホを手に持ちながら歩く人をよく見かけますが、日本人は iPhone を使っている人が多いですよね。特に iPhone は他の Android よりも高価なため注意です。面倒でも使わないときはバッグの中にしまっておくのがおすすめです。3つ目、古い下着を持って行って捨てて帰らない。私の親の世代から言い伝えられてきた古い下着を帰る時に捨てるという旅の裏技ですが、正直下着を数枚捨てたところで荷物の量はそんなに変わらないですよね。旅先で捨てて帰るというと、コスメとか化粧品の容器は使い捨てだと荷物も明らかに軽くなるし、帰った後も楽になると思います。でも衣類の場合は下着を数枚減らしても結局他の服は洗濯するし、あと私だけかもしれませんが、自分が着古した下着を洗わずにどこかに捨てるというのはなんとなく抵抗があります。結局捨てるのを忘れてうっかり家まで一緒に帰るパターンもありそうな気がします。4つ目、使い慣れていないコスメやスキンケアのサンプルを持っていかない。コスメのサンプルをもらうと旅行に持っていけそうと大事に取っておく方いませんか？私がまさにそれです。確かにパウチになっていて1回きりの使い捨てだから旅行にぴったりなのですが、使ったことのないスキンケア用品やコスメを旅行に持っていくのはおすすめしません。スキンケア用品では特にクレンジングが私の経験では失敗率が高いです。普段はクレンジングはオイルを使っているのに、旅先には試供品でもらったクリームタイプのものを持って行って、本来は顔を濡らす前に使わないといけなかったのに、うっかりいつもの癖で顔を先に濡らしてしまったとか、いつもと違うクレンジングを使ったら目元のメイクが落ちきっていないとか、これまで実際にありました。メイクアップ用品ではファンデーションで失敗したことがあります。以前とある日本のコスメブランドからファンデーションと下地の試供品をもらったことがあって、その日本のブランドはファンデーション自体は使ったことないけど
アイシャドウやパウダーを愛用していて完全に信用しきっていたので、ファンデーションと下地の小さな試供品を持っていきました。そして旅行で使ってみると見事にファンデーションがよれて鼻のあたりが悲惨なことになってしまいました。その時にいくら好きなブランドでもぶっつけ本番で旅行先で使ってはダメだなと実感しました。コスメ関連のサンプルは必ず家で使ってみてから旅行に持っていくのをおすすめします。5つ目、コスメや洗面用具をすべてジップロックにまとめない。旅行アイテムをジップロックにまとめるというのは超定番な方法ですが、ここで私がおすすめしないのはスキンケアやメイク用品を全部一つの袋にまとめて入れてしまう方法です。なぜおすすめしないかというと、ジップロックって外側からは何が入っているのか一目でわかるのでいいのですが、それを取り出そうとすると意外と中が深くって取り出しやすくはないんですよね。短時間でいろいろなアイテムを使いたいスキンケアやメイクの時にはジップロックよりも仕切りのあるポーチを使う方が便利です。またジップロックのもう一つの落とし穴が物を取り出す時にガサゴソと結構音がすることです。朝家族や友人が寝ている時に先に起きてメイクをしようと洗面所に行ってもジップロックの音がうるさいと他の人を起こしてしまうリスクがあります。音の面からもやはりガチャガチャうるさくならないポーチが使いやすいかなと思います。6つ目、1つの靴・カバンに厳選しない。パッキングでなるべく荷物を減らそうとするとき、靴とカバンは1つに絞るという話をよく聞きますが、私はこれはダメでした。過去に連日同じ靴やバッグを長時間使っていると足や肩が疲れてしまいました。あとはスニーカーしか持っていかないといい雰囲気のレストランにはちょっと合わなかったりします。最低限観光用とちょっときれいめの靴やバッグを持っていくと旅行のクオリティがぐーんと上がると思います。ここで荷物を増やしたくない方へお役立ち情報です。ちなみにバッグはどんなシーンにもマッチしてショルダーと手持ちの 2way で使えるロンシャンのカスタマイズを他の動画で紹介しているので、よかったらそちらもチェックしてみてください。7個目、何でも入る大きなショルダーバッグに全部まとめない。旅行に持っていくバッグ選びで必ず重視するのが容量だと思います。ペットボトルは入るかとか、あれもこれも入れたいと考えますが、何でも入る大きなショルダーバッグは私の経験からあまりおすすめしません。まず大きなショルダーバッグってだいたいどんなバッグを選んでもどこに何が入っているのかわからなくなります。たまにレスポートサックとかのポケットが大きいバッグもありますが、ポケットが多いと今度はどのポケットに何が入っていたのかがわからなくなります。そして大きなショルダーバッグ一つに全ての荷物を入れていると、例えば空港のラウンジで飲み物を取りに行く時とか、レストランで子供と一緒にトイレに行きたい時とか、そのバッグの全部の中身と一緒に歩き回らないといけなくなるので大変です。なので私は普段は小さめのショルダーバッグに必要に応じてサブバッグを持つ方法をとっています。もし大きめのショルダーバッグを使いたいというのであれば、体の負担軽減方法として薄いエコバッグを一つ入れておいて、家族や友人が荷物を見ていてくれるような状況であればエコバッグに不要なものを入れてすぐ取り出せるようにするといいかなと思います。以上になります。いかがでしたでしょうか。今回お話しした内容はすべて私個人の考えですので、異論は大歓迎です。ぜひコメント欄でご意見いただけると嬉しいです。今回の動画が少しでも皆さんの旅行の準備のヒントになると嬉しいです。これからも旅にまつわる情報や旅行の Vlog など配信していきたいと思っています。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。またね。